今週、世界で起きたことを一言で表すなら、地殻変動なのだ。中東では戦争の足音が再び大きくなり、太平洋を挟んでトランプが日本に真珠湾という言葉を向け、そして医療の世界では AI が人間の意思を超え始めた。バラバラに見えるこの3つ、実は全部一つの糸でつながっているのだ。先輩、確かに今週はニュースが多くて頭がパンクしそうでした。でも、全部つながってるってどういう意味なんですか？中東と AI 医療って接点あります？今週の世界を動かしたテーマは大きく3つなのだ。第1は中東危機の連鎖、第2はトランプ外交と日本、第3は経済の地殻変動。この3つは原油価格というたった一つの変数でつながっているのだ。今週の世界を振り返りながらその連鎖構造を丸裸にするのだ。まず第1テーマ、中東危機の連鎖から入るのだ。今週の中東は一言で言えば核合意交渉の崩壊寸前だったのだ。イランは核開発を再加速させる姿勢を示し、それに対してイスラエルがイランへの先制攻撃を強く求めたとロイターが報じているのだ。核合意ってそもそも何でしたっけ？2015年のやつですよね。あれが崩壊寸前というのはどういう状況なんですか？2015年の核合意はイランの核開発を制限する代わりに経済制裁を緩和するという取引だったのだ。ところがトランプが2018年に一方的に離脱し、バイデンが復帰しようとしたが失敗。今も合意なき状態が続いているのだ。そして BBC によると、イランは今週、制裁が続くなら核開発を完全再開すると脅したのだ。これが今週の中東危機の核心なのだ。ここで登場するのがホルムズ海峡なのだ。世界の石油輸送量の約2割がここを通る、いわば地球のガソリンスタンドへの一本道なのだ。イランが本気でここを封鎖したら、原油価格は一気に1バレル120ドルを超えるという試算があるのだ。2023年のサウジ減産でも100ドルを超えただけで日本全国のガソリン代が月平均で数百円跳ね上がったのを覚えているだろうか。ちょっと待ってください先輩。地球のガソリンスタンドへの一本道って、それって要するにイランが気分次第で日本人の生活を直撃できるってことですよね。正直聞いてて怖くなってきました。その通りなのだ。日本の石油輸入の約9割が中東依存なのだ。もしホルムズが封鎖されたら、僕の試算ではレギュラーガソリンが1リットルあたり最大30円以上上昇する可能性があるのだ。月50リットル給油する人なら月1500円、年間1万8000円の増加なのだ。車社会の地方に住む人にとっては年3万円を超えることもあり得るのだ。ただここで重要な視点があるのだ。 BBC とロイターで今回の危機の報じ方に微妙なズレがある。ロイターはイスラエルが先制攻撃を指導しようとしているという角度で報じているのだ。一方 BBC はイランの核開発再開は防衛的な脅しに過ぎないというニュアンスで報じているのだ。同じ出来事でもどの文脈で見るかで全く違う危機像が浮かび上がるのだ。でも先輩、それって逆に言えばどちらか一方のメディアだけ見てると危機の実態を見誤るってことじゃないですか。私たちはどうやって判断すればいいんでしょう？鋭い指摘なのだ。僕の見立てではどちらが正しいかより、なぜ両者の見方がずれるのかを考えることが重要なのだ。ロイターはイスラエル軍関係者のリーク情報を重視し、 BBC は外交チャンネルを通じた情報を重視している。情報ソースの違いが報道の角度の違いを生んでいるのだ。これは今週だけじゃなく中東報道を読む時の基本スタンスとして覚えておいてほしいのだ。ちょっとここで一息つくのだ。中東情勢って難しく聞こえるけど、要するに町内会の揉め事が核兵器ありに発展した反みたいなものなのだ。イランとイスラエルは何十年も顔を合わせるたびに喧嘩してきた。そこにアメリカという地区の顔役が入って条件交渉しているという構図で見ると少し整理しやすくなるのだ。さて今週の中東でもう一つ注目されたのがイスラエルのネタニヤフ首相の動向なのだ。今週ネタニヤフ内閣は内部でイラン強硬派と外交派が激しく対立していることが明らかになったと複数のメディアが報じているのだ。これは実はイスラエルの立場が一枚岩ではないことを示しているのだ。強硬姿勢の裏にある亀裂こそが今後の展開を読む重要な鍵なのだ。そして中東危機は太平洋を挟んだトランプの発言とある意外な形でつながっているのだ。その話をする前に今週のもう一つの衝撃、真珠湾発言の真相に迫るのだ。これ実は単なる失言じゃなかった可能性があるのだ。第2テーマ、トランプ外交と日本に移るのだ。今週最大のトピックの一つがトランプ大統領が日本の高市首相に対して真珠湾という言葉を使った発言なのだ。
表向きは冗談として処理されたけど、僕はこれを偶然の出現とは思っていないのだ。先輩、偶然じゃないって言い切れますか？それってちょっと憶測が入ってませんか？実際に何があったのか、まず事実を教えてください。正しい指摘なのだ。分けて説明するのだ。まず事実として、トランプは日本との貿易交渉の場で、真珠湾を覚えているか、という趣旨の発言をした、と AP ニュースが報じているのだ。これは事実。そして高市首相は即座に反論し、日本も米軍基地を提供し同盟に貢献している、と述べたのだ。これも事実なのだ。ここからは僕の分析なのだ。トランプの外交スタイルを2018年以降のパターンで見ると、相手の弱点をついた、プレッシャー発言、を交渉直前に出す傾向があるのだ。真珠湾という言葉は日米関係において最大の感情的地雷の一つ。これを貿易交渉の場で出したのは、防衛費増額や関税問題で日本に譲歩を迫る、心理的プレッシャー、だった可能性が高い、と僕は見ているのだ。そして今週の中東危機との接点がここにあるのだ。ホルムズ海峡が封鎖される事態になれば、日本のエネルギーコストは急騰する。その脆弱性を抱えた日本がトランプから防衛費や関税で圧力をかけられる。エネルギー依存と同盟依存という二重の弱点が今まさに同時に責められているのだ。これが全部つながっているという意味なのだ。ここまで整理するのだ。第1テーマの中東危機、そして第2テーマのトランプ外交。この2つは日本のエネルギー依存と同盟依存という2つの構造的弱点を同時に刺激していることが分かったのだ。ここから第3テーマ、経済の地殻変動に入るのだ。豪中銀の利上げと AI 医療革命。これが偉大な形で日本の家計に影響するのだ。第3テーマ、経済の地殻変動の最初のニュースは豪中銀、つまりオーストラリア中央銀行の利上げなのだ。今週、豪中銀は政策金利をさらに引き上げる判断をした。これが日本に関係するのかって思うかもしれないが、大いに関係するのだ。それって先輩、今週のイラン危機と関係ありませんか？エネルギーコストが上がると、豪中銀も利上げせざるを得ない、みたいな連鎖。まさにその通りなのだ。オーストラリアは中東からの LNG 輸入への依存度が高く、エネルギー価格上昇でインフレが再燃した。それを抑えるために利上げという流れなのだ。そして豪中銀が利上げすると、円安が進みやすくなるのだ。なぜなら高金利のオーストラリアドルに資金が流れて、日本円が売られるからなのだ。今週だけで円は対5ドルで 0.8 円下落したのだ。日本の家計への具体的な影響を計算するのだ。円安が進むと輸入食料品の価格が上がる。例えば今の為替水準から5円円安が進んだとすると、小麦粉1袋が約15円、輸入牛肉 100g が約20円上がる計算なのだ。1ヶ月の食料品購入が4万円の家庭なら、年間で約7000円の負担増になるのだ。エネルギー増加分と合わせると年間2万5000円超のコスト増なのだ。先輩、私なりの意見を言っていいですか？毎週こういうコスト増の話を聞くたびに思うんですけど、私たちって結局、世界の決定に振り回される側なんですよね。エネルギー依存も同盟依存も自分たちで変えられる話じゃない。そこが一番しんどいと思うんです。その感覚はすごく正直で大事な視点なのだ。でも今週、その振り回される側を変える可能性を持つニュースも出たのだ。それが AI 医療革命なのだ。ネイチャーメディシンなどが報じている AI による医療診断の精度向上は将来的に医療コストを最大3割削減できるという試算があるのだ。日本の医療費は年間約45兆円。3割減なら13兆円以上の節約になるのだ。具体的に言うと、AI が画像診断や早期がん発見に使われるようになると、見落とし率が人間の意思より低くなるケースが出てきているのだ。早期発見で治療費が大きく変わる。例えば大腸がんなら、早期発見と末期発見で治療費の差は500万円以上になることもあるのだ。これが普及すれば、3人家族の家計から見ると30年で100万円単位の節約につながり得るのだ。先輩、3ヶ月後には AI 医療ってどのくらい普及すると思いますか？正直、まだ遠い話に聞こえてしまって。3ヶ月後は、普及ではなく、拡大期に入るというのが僕の見立てなのだ。今年中に AI 診断が保険適用される領域が増える見込みで、来年には大学病院の7、8割が AI 診断補助を導入すると言われているのだ。ただし課題もある。AI が誤診した時誰が責任を取るか、という法整備が日本では追いついていないのだ。技術は走り、制度は歩いているのが今の状況なのだ。さて最初に、全部つながっている、と言ったのだ。ここで冒頭に戻るのだ。板橋区の30代、
変動金利でローンを組んでいる家族を想像してほしいのだ。ホルムズが封鎖されれば光熱費と食費で年2万5,000円増。住宅ローンは房中銀の利上げが連鎖して変動金利が上がれば年14万円増。一方で AI 医療が普及すれば医療費が将来大きく下がる。その人の家計は今週の世界のニュースすべてに影響を受けているのだ。では来週どうなるか、シナリオを2つ提示するのだ。シナリオ A は外交的解決。イランが核合意交渉に戻り、ホルムズの緊張が緩和、原油価格が落ち着き、合中銀も利上げ停止、円高に触れて食料品価格も落ち着くのだ。シナリオ B は緊張継続。イスラエルが先制攻撃の準備を進め、原油価格が120ドルを突破。トランプは日本に防衛費大幅増を迫る交渉を本格化するのだ。どちらに転ぶかの鍵は来週の米イラン外交接触とイスラエル内閣の動向なのだ。タイムリミットはおそらく3週間以内なのだ。正直、僕の見立てではシナリオ B の確率が現時点で6割を超えていると思っているのだ。だからこそ、家計の防衛策として今週のうちに変動金利の見直しと食品の備蓄計画を考えておくことを進めるのだ。これは不安を煽るのではなく、準備することの価値を伝えたいのだ。先輩のシナリオ D6 割という予測、かなり踏み込みましたね。視聴者の皆さんはどう思いますか？ A に転ぶか、D に転ぶか、コメントで教えてもらえませんか？来週、先輩と答え合わせしましょう。今週も最後まで見てくれてありがとうなのだ。今週の次回は、中東危機、トランプ外交、経済変動の3つが原油価格という糸で繋がっていたのだ。来週月曜の朝一に、今週の続報と新ニュースを深掘りするのでチャンネル登録して通知をオンにしてほしいのだ。シナリオ A か B、どちらに転ぶのコメント、待っているのだ。じゃあまた来週なのだ。